こういうのとか、こういうのとか、こういうのとか、こういうのが誰でも超簡単に描けます。こんにちは、イラストレーターのバビンチです。今回はイラストを描くとき、光と影の描き方がわからない、色の選び方がわからない、背景とのなじませ方がわからないという人向けに、たったの3ステップで誰でもかなり正確に陰影を描くことができる方法をご紹介します。説明はこういった球体でしますが、どんな形や色の物体にも応用が効く方法なので、普段のイラストにも活用できますよ。ステップ1、固有色を描く。まず、描きたいものの固有色を描きます。固有色とは、その物体の本来の色です。赤い物体を描きたいと思えば、このように赤色で描き、青い物体を描きたいと思えば、このように青色で描きましょう。どうしてそんな当たり前のことを言っているのかと疑問に思う人もいると思います。ここで言いたいのは、色の恒常性の作用を気にしなくていいということです。色の恒常性というと難しく聞こえるかもしれませんが、これは誰もが日常的に経験している視覚の働きのことです。ここにリンゴの写真があります。このリンゴの色は赤、黄緑、黄色などの色をしていると感じると思います。実際に色をスポイトしてみましょう。すると、この右側の方の光が綺麗に当たっている部分は、ここはこういった赤色、ここはこういった黄緑色、ここはこういった黄色になっていることがわかります。一方で、左の方の色をスポイトしてみると、ここはこんな感じ、ここはこんな感じ、ここはこんな感じと結構違う色になっていますよね。しかし、これをどちらも同じように、本当は赤、黄緑、黄色っていう風に私たちは感じますよね。これが色の恒常性です。光の影響を脳が勝手に排除して、本当は何色なんだろうっていうのを導き出すような作用です。そしてこの色の恒常性はとても強力で、このように特殊な光のある環境においても、私たちはこのリンゴを赤、黄色という風に感じませんか？スポイトしてみると、実際はここはこんな色、黄緑に見えるのもこんな色、黄色に見えるのもこんな色になっているんです。普通に絵を描こうとするのなら、この色の恒常性を取り除く必要があります。赤く感じるからといって赤く描いてはならず、光の影響を考えて実際には何色になっているのかということを考えなくてはなりません。しかし、この動画で紹介するやり方ではなんと、こういった難しいことを何一つ考える必要がありません。赤いリンゴを描きたいなと思えば、直感に素直に従ってこのように赤で描く。それだけをすれば良いのです。また、赤や青みたいに一色だけで固有色を描く必要はありません。このように複数の色が混ざったような模様であっても好きなように描いてもらえば OK です。ステップ1はなんとこれだけです。ステップ2、ハードライトフォルダを作る。今書いたこの固有色のレイヤーの上に光という名前のフォルダを作り、これを固有色にクリッピングします。そしてその光フォルダの合成モードをハードライトにしましょう。このフォルダの中に光と影の影響を書き込んでいくことになります。フォルダの中には一つこちらサイアンブという名前のレイヤーを追加しておきます。このサイアンブは最も暗くする部分の色を決めるレイヤーです。ここに重ねる色は基本的にここにあるような無彩色の暗いグレーかやや青紫を帯びたようなこういった色を選ぶとうまくいきやすいです。たったのこれだけでステップ2も完了です。ただし陰影は地面にも描いていくので、同じようなことを地面にも行います。地面の固有色のレイヤーの上に地面の光というフォルダを作り、これをクリッピングします。合成モードをハードライトにしておいて、このフォルダの中には一つサイアンブというレイヤーを追加しておきます。この時に選ぶ色は先ほど球体のサイアンブで選んだ色と全く同じ色で大丈夫です。ステップ3、光を書き込む。
あとは、この光フォルダの中に光を書いていくだけです。光は太陽や電球といった光源からだけでなく、周囲の景色など目に見える全てから向かってきています。このたくさんある光のうち好きなだけ選び取って書き加えていきます。しかし何も難しくはありません。この時注意するべきルールは3つだけです。1、別の種類の光を書くときは別のレイヤーを新しく作る。2、レイヤーの合成モードは比較明るいにする。カラー比較明るいではないことにご注意ください。3、真っ白を使わない。以上です。レイヤーの重ねる順番や枚数、同明度なんかはどうでも良いのです。ではやっていきます。まずこの右上の方に太陽があるということにして、その光を描きます。合成モードを比較明るいにして、太陽の光が当たる部分に光の色を塗ります。この時の色選びも直感的で大丈夫です。今回はこんな感じの黄色っぽいような明るい色をのせています。この球体のように面が曲がっている物体はだんだんと暗くなるように、ここにグラデーションをかけましょう。太陽の光の効果を地面にも描いていきます。同じようにレイヤーの合成モードを比較明るいにした状態で、先ほどと同じこういった色を塗っています。右上から光が来ているので、光の当たらない部分は塗らないでそのまま残しておきます。次に上には青空が広がっていると考えましょう。青空も青く見えるということは青い光を出しているということなので、青い光源として考えます。太陽と同じように光のフォルダの中に比較明るいでレイヤーを作ってここに当てていきます。どんな風に塗ったのか分かりやすくなるように、一回太陽の光と固有色を消しますね。今塗った青空の光はここの部分になっています。この時選んだ色はこういった色になっています。このように色は明るい必要はありません。この縦の明度の選び方は光の強さだと思って選んでください。このような暗い印象の色は暗いと考えるというよりは明るさが弱い光という風に考えると分かりやすくなります。青空はこういった真上だけでなく周囲にも広がっているので、このように下の方もある程度照らされます。地面にもやっていきましょう。新しく比較明るいで青空のレイヤーを作ってこのように描きます。使っている色はこのように先ほどと同じで、球体の真下のところだけ青空からの光が入り込みづらいので、このように影となっています。また同じようにレイヤーを増やして、今度は地面からの反射をこのように描きました。この時選んだこの色というのは地面の色をそのままスポイトしたものです。この時描いたこの色は地面に当たった光が反射して球体にまたぶつかるということで、地面の色をそのままスポイトすればいいという簡単な色選びで大丈夫です。これも光が入り込みづらいこの一番下の部分はほとんど暗いままになっていますね。またリムライトの概念も持っておくと塗りやすくなります。リムライトとはこういった光になります。こういった側面の部分、上下もなんですが、ここには奥の景色、ここからの光が当たるので、この周辺の色をスポイトして、それをそのままここに塗るという感じで OK です。最後にハイライトを加えましょう。これの強さは物体によります。物体の素材によります。物体が鏡でできていると思って、太陽などの特に明るい景色が映り込みそうなところをこのように塗ります。以上です。ここまで描いてきたレイヤーをすべて表示してみましょう。こんな感じでとっても簡単にかなりそれっぽく描けていますよね。ここにさらに球体から地面に反射するような反射光なんかを考えて追加しても大丈夫です。なんですが、ある程度強い光について考えさえすれば見栄えとしてはまとまってくるので、満足いったところでやめてしまえば結構です。塗りが見やすくなるように一回固有色をグレーにしてしまいましたが、このように
赤、青、模様の固有色なんかもちゃんと綺麗に色が出ますよね。活用例。いくつか見本を見せるので、光の当て方のイメージをつかんでください。まずはこういった風景に球体を描いてみましょう。今回はこういったグレーの固有色を使ってみます。この固有色の上にハードライトのフォルダを作成し、その中にサイアン部を作成します。ここに太陽の光を当てていきます。この画像で太陽はおそらく右上の方のやや奥の方にあると思います。なのでそっちから光が当たるように、こんな感じの若干黄色っぽい色でこうやってグラデーションを含めて塗っていきます。続いて青空の影響を考えましょうか。新しく比較明るいレイヤーを作って青空を塗っていくのですが、今回はかなり雲が多そうですよね。細かい雲の配置を考えながら色をいろいろ変えてもいいんですが、めんどくさいのでだいたい適当なとこの色を選んで、もうそれ一色で塗っちゃっていいと思います。だいたいこのような感じになるはずです。少し明るすぎるかなって思う場合は、色を調整するっていうよりかは、もうこのレイヤーの不透明度を下げて調整しちゃって大丈夫です。このくらいにしようかな。続いて比較明るいレイヤーをさらに作って、地面からの反射光を塗っていきます。これもそのまま適当な色をスポイトして塗っちゃって問題ないです。こんな感じになりますが、一番下のあたりは光があまり入り込まないので、このように暗いままにしておきましょうかね。また地面以外にもおそらく左の方には木がたくさんありそうですね。この画面に映っている外にもまだ木は手前に向かって続いている可能性があります。なのでそういった映り込みも描いていきますかね。こんな感じになります。さらに比較明るいのレイヤーを追加し、リムライトを考えていきましょう。すぐ隣の色をスポイトして乗せる。これの繰り返しになります。こんな感じですね。だいたいこのくらいでいいですかね。じゃああとは比較明るいのレイヤーをもう一個追加し、ハイライトを加えましょうか。太陽の色をだいたいこの球体が鏡だと考えて、この辺りに強く映り込むかなというところに乗せておきます。ということで描いたレイヤーを表示しましょうか。このような感じになりました。かなり自然になっていますよね。あとは地面に落ちる影も追加しておきましょうか。もともと背景がこのようにある場合は、太陽の光や多くの光がすでに全体的に当たっています。なので考えるべきエリアは全体なのではなく、影の部分だけになります。影の部分がどこにできるのか、それはまず最も強い光源である太陽の光を遮る位置、このような感じでできるのですが、さらに周囲からの光がいろいろ入り込むので、境界線はあらかじめぼかしておくとうまくいきやすいです。ここに光の影響を加えていきます。まず固有色ということだったので、今分かりやすいように赤色で描いたのですが、この芝生の色をそのまま使いましょう。ここに光の効果を与えていきます。まずハードライトのフォルダを作ります。これを影の領域にクリッピングしてサイアン部を作ります。サイアン部は球体で使ったものを、この色をそのまま持ってきちゃえば大丈夫です。青空が照らす部分を少し照らしていきます。不透明度を調整してだいたいこのような感じですね。ということで完成になります。もちろん後から固有色を変更したくなっても、このように好きな色を乗せることができます。どの色にしてもだいたい違和感なくできていますね。続いてこういった風景でやってみましょうか。固有色をこんな感じの色でやってみましょう。落ち影はもう面倒なので空中に浮いていることにします。ハードライトのフォルダを作ってこれをクリッピングします。中にはアイアン部を書き込んでいきます。比較明るいで光を変えていきます。今回は曇り空なので太陽が隠れていますね。なので太陽は描かずに早速空の影響から描いていきましょうか。空の色をスポイトして光が当たる上の方をこのように塗っていきます。強すぎると思ったので不透明度を落としておきましょう。また比較明るいのレイヤーを使って周囲の反射光を描いていきます。リムライトももう一緒に考えちゃっていいですね。左の方はこういった感じの色を受けて、こういった白いところからは特に強い光を受けます。波の方からも空を反射してなかなか明るい色が反射してそうですね。この岩のあたりも
黒いのは弱いですか？茶色いところは結構明るい反射がしているはずです。ということで、だいたいこのような感じですかね。すべて表示するとこのような形になります。太陽みたいにとても強い光源がないので、ハイライトは描きません。もちろんこれも固有色をこのように好きな色に変更したとしても、ちゃんとそれっぽい感じで描けていますよね。最後にこういった風景で考えてみましょうか。まずこのように適当に固有色を選びます。ハードライトのフォルダを追加し、クリッピング。中にはサイアンブを作ります。今回は空が暗いので、そのままこの色を使ってみましょうか。光を加えていきます。比較明るいのレイヤーで、まず最も近い光源がどこかを考えます。おそらくこの街灯が同じ間隔で並んでいるので、画面の外にはなりますが、この右の方のあたりに街灯があって、それが一番近そうですね。街灯の色は全部大体同じぐらいだと思うので、こういった暖色の光を当てていきますか。大体こういった感じですかね。同じように比較明るいレイヤーでいろいろな光を追加してみましょう。このあたりの壁の色だったり、この奥の方の明るい壁がこのあたりにこうやってリムライトとして現れると思います。強さは不透明度を下げて調整します。他にも地面の方からもこういった感じで反射してきますよね。もしかしたら画面には見えていないだけで、手前の方からにもおそらくここが屋上の縁となっているので、この下に壁があって、そこから光が反射してきているかもしれません。こういったように加えておきます。また街灯はこちら側だけでなく手前の方にもあるかもしれませんよね。だったら同じような色をこの辺りから来てると思ってこうやって塗っておきましょうか。そんな感じであまり深く考えず、どんどん思いついた光を加えていきました。合わせてみるとこのような感じとなっています。固有色の色は今青系でしたが、色を変えてみてもいろいろなパターンが作れます。いかがでしたか？今回はやり方に絞ってお伝えしましたが、そもそもなんでこれがうまくいくのかという原理を知りたい方は概要欄から私の過去動画をご覧ください。光の原理についてかなり詳しく掘り下げた動画があります。ここ以外ではなかなか聞けない内容となっているので難しくはあるんですが、このチャンスは見逃さない方がいいと思いますよ。今回扱った内容をもとに物の見え方の理解を深めるとか、そのままこのやり方をイラストに使うとか、応用の仕方はたくさんあると思います。ぜひ自分自身でいろいろ試してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは引き続きイラストに関わる動画を上げていきます。質問や感想はお気軽にコメント欄までお願いします。チャンネル登録、高評価、まだの人はよろしくお願いします。それでは。